こんにちは。ゼロから行政書士第46回です。前回は多数当事者の債権債務を学びました。連帯債務と保証連帯保証を整理しました。今回も債権総論の分野を続けます。テーマは債権譲渡と債務因受です。債権そのものが人から人へ動く場面です。対抗要件という大切な考え方も学びます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、債権譲渡です。債権を他人に移す仕組みです。二つ目は、対抗要件です。誰に権利を主張できるかを決める要件です。三つ目は、債務因受です。債務を他の人が引き受ける仕組みです。最後に、契約上の地位の移転にも触れます。それでは早速始めましょう。はじめに債権譲渡を確かめます。債権譲渡とは債権を他人に移すことです。例えば、貸したお金を返してもらう権利です。この権利を別の人に譲ることができます。譲ることで期限の前に現金を手に入れられます。債権を譲る人のことを譲渡人と言います。債権を受け取る人のことを譲受人と言います。債権はその中身を変えずにそのまま移ります。そして原則として自由に譲り渡せます。次に譲渡を制限する特約を見ていきます。当事者は債権を譲れないと約束することがあります。これを譲渡制限の特約と言います。債務者にとっては支払う相手が変わると手間になります。そうした事情から譲渡を制限したいと考えるのです。では、この特約に反して譲るとどうなるでしょうか。近年の改正で扱いが大きく変わりました。特約があっても譲渡そのものは有効とされます。つまり、譲受人には債権を取得できます。細かな例外や要件は最新の教材で必ず確認してください。ここで対抗要件の考え方を学びます。債権が移っても債務者は気づいていません。うっかり元の譲渡人に払うかもしれません。また、債権が二重に譲られることもあります。誰が本当の権利者かわからなくなります。そこで対抗要件という仕組みが用意されています。権利を主張するための目印のようなものです。次のページで2つの対抗要件を整理します。対抗要件には2つの段階があります。1つ目は債務者に対する対抗要件です。譲渡人からの通知、または債務者の承諾が必要です。これがあって、初めて債務者に請求できます。2つ目は第三者に対する対抗要件です。確定日付のある証書による通知や承諾が必要です。内容証明郵便などがその例にあたります。二重譲渡の時に誰が優先するかを決めます。二重譲渡の場面を詳しく見ていきます。同じ債権が2人に譲られたとします。どちらも確定日付のある通知をしたとします。この時、優劣はどう決まるのでしょうか。通知が債務者に届いた戦後で決まります。先に到達した方が優先して権利を得ます。証書の日付ではなく、到達の戦後が基準です。この考え方をしっかり覚えておきましょう。ここで債務者の保護について触れておきます。債権が他の人へ移ると債務者が不利になりそうです。しかし、民法は債務者をきちんと守る仕組みを置いています。債務者は元の譲渡人に主張できた言い分を持っています。例えば、すでに一部を弁済していたという事情です。こうした言い分は通知を受ける時までに得たものです。その時までの言い分は新しい譲受人にも主張できます。ですから、債権が動いても債務者の立場は守られるのです。
ここからは債務因受を学びます。債務因受とは他人の債務を引き受けることです。債権譲渡が債権の移転なら、こちらは債務の移転です。引き受ける人を因受人と言います。債務因受には2つの種類があります。元の債務者が残るか抜けるかで分かれます。一つは元の債務者が残る併存的債務因受です。もう一つは元の債務者が抜ける免責的債務因受です。二つの債務因受を詳しく比べます。一つ目は併存的債務因受です。因受人が新たに債務に加わります。元の債務者もそのまま債務を追い続けます。二人が連帯して同じ債務を置く形です。二つ目は免責的債務因受です。因受人が債務を引き受けます。その代わり、元の債務者は債務をまずぐれます。元の債務者が残るかどうかが大きな違いです。次に契約上の地位の移転を見ていきます。契約には債権と債務の両方が含まれます。さらに解除権などの権利も伴います。これらをまとめてそっくり移す仕組みです。例えば、賃貸借の借主の地位を譲る場面です。債権も債務も地位ごと引き継がれます。この移転には原則として相手方の承諾が必要です。一方的には地位を押し付けられないのです。ここで具体例で整理します。A さんが B さんに100万円を貸したとします。A さんはこの貸金債権を C さんに譲ります。そして譲渡人の A さんが債務者の B さんに通知します。これで C さんは B さんに請求できます。確定日付ある証書なら他の預輸人にも優先します。次に免責的債務因受の例を考えます。因受人が債務を負い、元の債務者は抜けます。誰が権利者で誰が義務者かを整理しましょう。ここで今日のクイズです。債権譲渡の対抗要件について正しいのはどれでしょう。A は債務者への対抗にも確定、日付が必須です。B は第三者への対抗に確定日付ある証書がいるです。C は通知は預受人がすれば足りるです。少し考えてみてください。正解は B です。第三者に対抗するには確定日付ある証書が必要です。債務者への対抗は普通の通知や承諾で足ります。なお、その通知は譲渡人から行う必要があります。それでは今日のまとめです。一つ目は債権譲渡です。債権は原則として自由に譲り渡せました。制限特約があっても譲渡そのものは有効でした。二つ目は対抗要件です。債務者への対抗は通知または承諾で足りました。第三者への対抗は確定日付ある証書が必要でした。三つ目は債務因受です。併存的と免責的があり、地位の移転も学びました。ここまで債権譲渡と債務因受を学びました。対抗要件と2つの債務因受を整理できました。次回は債権の消滅に進みます。連載や相殺など債権が消える場面を扱います。債権争論もいよいよ完結に近づきます。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。